今回はキッチンの壁を作っているところにドアを作っていきます。キッチンの壁作成動画は概要欄に載せておきます。簡単な設計図を作ってみました。まずは骨組みを作ります。厚さ 24mm のランバーコアをホームセンターで購入・カットしてもらいました。木材同士をダボでつなぎます。扉の上の部分は厚さ 2mm のアクリルを使います。表と裏をある程度の深さまで削ります。縦方向は削る深さが浅かったせいか端が残ってしまいました。ランバーコアにトリマーで 2mm の幅で溝を掘りアクリルをはめました。ラッチの幅が 25mm あるのでドアの厚みはもう少し欲しいですね。両面に 4mm の厚さのベニヤを貼って 32mm にします。ここのドアの作り方は本当に悩んだのですが、古民家 DIY をされている私の好きな上岡風さんのドア作成動画を参考にさせていただきました。その動画の URL を概要欄に載せておきます。構造を参考にさせていただき、デザインを少し変えました。通常ドアは右の図のように左右の板が上下端まで行くのですが、今回は上下にある板が左右端まで来ています。今回のような左の構造だとホームセンターで手に入る規格サイズで安価に作ることができましたが、見た目的にはどうしても右が良くて、表だけ左の図のように突き板を貼ることにしました。隠し釘をボンドが乾くまで打って板を押さえます。乾いたら頭をハンマーで飛ばすと跡がほとんど分かりません。ホワイトオークマサメの突き板を使います。マサメとは木目がまっすぐな木材のことです。板目はこんな感じのタケノコみたいな木目のことです。ちなみに縦はマサメ、横は板目を貼りました。厚さ 0.5mm と薄いのでカッターやハサミで切れます。ゆっくり何回かで切るのがコツです。どうでしょうか。思ったより綺麗にできたのではないかと思います。黒い線の下の段差はパテで埋めていますが、塗装するのでそこだけ濃くならないか心配です。このカットが一番難しかったです。この半円の下の角棒はツガという木材を使用しました。ツガは針葉樹の中では強度が高い木材です。ドアノブの部分に貫通穴を開けます。反対にしてみるとこんなことになってました。穴が貫通するときに木材の繊維がきれいに切れないと繊維が引き裂かれるように剥がれてしまうみたいです。こうならないためには表と裏で半分ずつ深さを掘ったり、下に当て木をするなどがあるようです。パテで埋めたりなどいろいろ考えたのですが、削れてしまった部分をボンドでつけて、凸板をこんな形にして上に貼ることにしました。
ドアの裏面だったことが不幸中の幸いですね。削りすぎると下地が出てきてしまうので注意が必要です。ツガをワトコイルで塗りましたが、ちょっと思っていた感じと違ったかもしれません。妥協したくなかったので角材にツキ板を貼ることにしました。ツキ板を貼る作業はこれだけあるので分担作業でやりました。この作業を24本 ×4 面やるのは本当に地獄でしたね。妻に DIY ってこんなに大変なのと聞かれ、何をやっているのかわからないといった感じでした。私も途中何をやっているのかわからなくなってしまいました。はみ出た部分のカットはトリマーで削った方が綺麗になりますが、面倒な工具を使わずカッターでもできるのはいいですね。ドアノブは少しいいものを使うとぐっと雰囲気が良くなります。ドア下の隙間は一般的には5から10ミリ程度ですが、キッチンの換気の問題もあるので16ミリ隙間を空けています。正直ここが一番難しいと思っていたので開閉できて一安心です。ドアノブをつけないで内側から開閉動作をしていたら閉まってしまい、一度出られなくなりました。丸ノブにすることで猫ちゃんはキッチンに入れないと思いますが、鍵を取り付けてキッチンに入れる可能性をゼロにします。
右の壁との干渉も問題ないですね。この部分はヤスリがけの時、木目に少し垂直にヤスリをかけてしまいムラになってしまいました。ただ逆にいい感じになったかと思います。ここのムラはボンドがついてしまいました。すぐ拭いたので大丈夫かと思いましたが、塗装したらやはりダメでした。マサ目と板目で分けたのは雰囲気いいです。失敗が多かったですが、イメージ通りのものができました。次回はここの引き戸のところにあるものでアンティーク風のおしゃれなドアを作成します。こんな感じで今後もおしゃれにリノベーションしていく予定なので、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。